ございます。今日は留学に来て最初の朝です。昨日は荷物のアンパッキングをして、シャワーを浴びて、9時半ぐらいに夜ご飯をホストマザーが作ってくれたのを食べて、11時ぐらいに寝ました。それでね、7時ぐらいにパッと目が覚めて、ミシミシと、抜き足、差し足、忍び足をしながら、トイレと歯ブラシと洗顔を済ませた状態です。昨日ね、シャワーでやっぱり洗礼を受けました。海外の。ちょうどいい温度の水を出すことが難しくて、極端に冷たいか、極端に熱いかしかできなくて、もうずっと、しかもシャワーって、自分で操れるやつじゃなくて、上からバーって落ちてくるやつだから、こうやって逃げるしかないっていうのを、なんか何回か繰り返してました。朝なので寒いのかなと思ったら起きた瞬間に暑いっていう風になりまして、今も扇風機をずっと回しております。朝ごはんの時間が決まってないので何時に出ればいいかがちょっとわからなくて、とりあえず物音が聞こえるまでそわそわをしていましたが、一旦食器の音が聞こえてくるので行ってみようと思います。朝ごはんを食べてきました。今ね、なんで撮ってるかっていうと、本当はもう家を出たいんですけど、その前にトイレに行きたくなったんですね。私結構朝ごはんを食べるとその後すぐにちょっとトイレ行きたくなるっていう感じなんですけど、トイレとシャワーが同じ部屋にあって、シャワーを浴びてる人がいるので、私はトイレに行けないということで、今お腹と戦っております。っていうので、ちょっと気を紛らわせた時に今撮ってるんですけど、そう、さっきの朝ごはんはね、トーストとオレンジジュースと牛乳っていう感じで結構シンプルな、いい感じの朝ごはんでした。ドアの音が聞こえたので、そろそろ私がトイレに行ってもいいかなって感じなんですけど、さっきね、そのトイレに行こうとした時に私の後ろにドイツ人の子がいて、その子は手を洗うだけだからっていう風に言っててので、多分先にその子が行った方がいいと思うので、私はもうちょっとここで待っていることにします。そうで、今日初めてそのドイツ人の女の子2人と話をしたので、私の今この家にいるのはホストマザーとスコットランドから来たオマーンの男の子と、そのドイツ人の2人と私と今5人体制なんですね。そう。で、そのドイツ人の女の子たちは、なんかあさって火曜日、今日日曜日なんですけど、あさって帰っちゃうらしいです。そう、最初ちょっと、めちゃめちゃ緊張して喋るときに、なんか、何を話せばいいかわかんなくて、おうっていう感じだったんですけど、今ね、天気の話とかして、そしたらね、なんか、ドイツではまだ20度ぐらいらしいんですね、気温が。で、14度とかだった時もあったらしくって、最近でも。今ここの場所は、今日最高気温が36度まで上がるらしいので、なんかその、二人の子たちはとても大変そうでした。まあ、日本でもそこまで上がるかどうかわかんないけど、まあ、夏の暑い時だと同じぐらい、ここと同じぐらい暑くなりますよね。でもこっちはクーラーとかが基本的に家の中にはないので、どのようにサバイバルしていくかって感じですね。だからそう、なんかね、水とかを今日は買ってこようと思います。絶対に。もうそれがなければ死んでしまうと思います。本当に。だってなんか、そう、私の、今回のホームステイは、ハーフボードって言って、1日2回の食事付きなんですね。で、それが、まあ朝と夜なので、昼はちょっと自分で食べなきゃいけなくて、で、さらにお水とかも、飲み物が飲めるのも、この朝と夜の2回の食事のタイミングなので、それ以外にもね、ちょっとこまめに水分補給しなければちょっと熱中症になりそうなので、それを買わなければなりませんね。あとはまあちょっと、街を探索したりとかっていう感じですね。そう。なんかね、ドイツ人の子に、おすすめのジェラート屋さんがあるよっていう風に教えてもらったので、そこにも行って食べてみたいなと思います。
で、暑いので今日は短パンで行きたいと思います。まずはとりあえずローカルのスーパーを物色します。その後30分ほどかけておすすめされたアイス屋さんに行ったんですけれど、目の前で閉められました。暑いのもあって完全に私の口はアイスクリーム、ジェラートになってしまったので、どうにかしてジェラートを見つけます。見つけましたが、私は無職であることを思い出し、諦めて隣のご飯屋さんに入りました。まず飲み物はファンタオレンジを頼みました。1秒でも早く飲まなければ頭がいかれてしまいそうでしたが、飲んだらとっても美味しかったです。イベリコ豚のたこ焼きではなくトーストを頼んだんですけど、10ユーロしたから結構高くて、って思っていたらすごいたくさん乗っていましたね、生ハムが。ごめんなさい。不器用なのでちょっと食べ方が汚いかもしれないんですけど、もう本当にとっても美味しかったです。でも一気にこんなに生ハム食べたの初めてで、もうしばらくはいいかな。しばらくして人っ子はいないけど鳥だけがいる公園にやってきました。えぐい振り向き方をするカタツムリのような運動器具があったので、それに乗りました。鳥のことを見ていたら虫にアタックされてびっくりして走り去りました。暑いのもそうだし、新しいサンダルを履いていたので靴ずれもすごいしで、水を買って帰宅することにしました。時間が少し飛んで今10時半ぐらいです、夜の。今さっき夜ご飯を食べてきました。夜ご飯の時にそのオマーン人の子と話したんですね。そしたらその子が進撃の巨人とデスノートと呪術廻戦を見たことがあるって言ってたんですね。で、私は進撃の巨人が世の中のアニメで一番好きなので、もうその瞬間に感情を抑えきれなくなって握手をしました。そう。彼との中に進展があって私はとても嬉しいです。で、なんか好きなキャラクターは何とか誰とかっていう話をしてたのに、突然彼がものすごく重い質問をぶっ込んできたんですね。それがエレンが最後にみんなにしたことをあなたはサポートしますかっていう内容で、すごく難しい質問じゃないですか。だからちょっとGood question みたいな感じで言ってしばらく悩んでたら、彼はサポートするっていうことでした。好きなことで会話を盛り上がれたのはとても嬉しいので、もう私は彼と友達ということでよろしいでしょうか。そう、あと今日知ったことは、ホストマザーに教えてもらったんですけど、スペインの文化でシエスタってあるじゃないですか。彼女はするらしいんですよ、シエスタを。シエスタがない時もあるけど、その時はなんか機嫌がちょっと悪いらしいですよ。で、なんかシエスタは昔は夏だけだったらしいんですよ。なんか地方とかで肉体労働とかをしてたので、お昼ご飯の後に暑い時は休もうっていうので、お昼寝をするっていう文化だったらしいんですけど、最近はもう夏とか関係なくて、どのシーズンでもしてるよっていうことでした。面白いね。で、あともう一つそのスペインの文化的なところで言うと、ソブレメサっていう文化があって、ご飯を食べ終わった後でもしばらくずっとお話をしてる。ソブレっていうのが上で、メサっていうのが机なんですけど、コミュニケーションをすごく大切にする文化があるんですね。で、それを昨日も今日もしたんですけど、それはとってもいいことなんですけど、いつ去っていいかがわからないっていうのが最近の悩みです。最近っていうか2日間だけなんですけど、今のところ。いつ去ればいい、いつこれ会話終わりなんだろうっていうのがちょっとわからなくて、なんかそのオマーン人のこともっていう感じになっています。今日はちょっともうどうしたらいいかわかんなかったので、ホストマザーに私が突然、明日から持っていく水筒を洗いたいんだけどどうすればいいですかって聞いたら、今洗う
ちょうだいっていう風に言ってくれたので、そのまま解散になりました。何かしらのアクションがないと話を終わりにすることが難しそうで、どうしようっていう風にちょっと思っています。ちなみにさっき買った水を日本から持ってきた水筒に注いで冷蔵庫に入れさせてもらってるんですけど、水筒の素材のせいか冷蔵庫の匂いが水筒に移って生肉味のお水になります。まあきっといつかはこれにも慣れてちょうどいい会話の終わりのタイミングとかが分かってくるのかなと期待しています。ということで今日はもうこれからお風呂に入って寝ようと思いますので、皆さんさよなら。明日は初めての学校がありますのでドキドキです。バイバーイ。